はい、どうもこんにちは。エンジン太郎です。前回はシリンダーヘッド、こちらの面から進める加工は一応一通りやったと思います。あと残ってるのはインテークポートのネジ穴とエキゾーストポートのネジ穴、それと燃焼室側ですね。ここに座繰りをしたりと、バルブシートの部分をやっていくことになると思います。そして今回、バルブシートなど進めるにあたって、このバルブシートとガイドやるにあたって、こういう傾斜バイス使うんですけど、このように任意の角度でセットできる。こっちをやるときには、直接バイスで挟めたんですけど、反対だとちょっとバイス使えなくなるんで、一回バイス外して、代わりにこのテーブルつけます。そうすれば、これをこんな感じで固定することができるようになりますね。これで大丈夫だと思います。この T スロットテーブルが来るの待ってたんですよね。専用のナットはこいつから切り出してきますね。では、まずは材料を切るところからスタートします。必要個数の4個切り出し終わりと。はい、ではよいしょ。こいつにまずはネジ穴開けてきますね。中央付近、この辺りに開ければいいんですね。よし、こんなもんと。まずこの後はもうスコープで揃えちゃいますね。これでプレート側の作業は終わりですね。そしたらこいつの対になるナットの部分ですね、作ってきます。まずはこいつをどかしてと、こういうボルトがあってここに入るようになってるんですが、これのナットバージョンを作っていきます。素材はこいつですね。これをここに入るような形状で作りますね。はい、これで4つともこの一面作りましたね。そしたら反対側削って 20mm ジャストにしていきます。はい、4個とも基準面出したので次の工程に進みます。
穴開けとネジ、最後の1個終わりと。はい、これで4つともネジと穴開け終わりましたね。はい、こんな感じで、段付き作りましたね。4つ全部できてます。はい、ここまで作った部品ですが、これをここにセットするので、ここの部分にアーチ状の削りが必要なんですよね。まあやり方としてはそうですね、サーキュラーテーブルにセットしてこう円状に動かすというのも一つ方法ですね。ただそんなに精度がいる部分ではないので、今回ここはならいっそのことも手やすりで削った方が早いかなと思います。とりあえず手やすりで1個やってみます。簡単にいくようならもうそれで全部やっていこうと思います。はい、これで十分ですね。5分もかからないです。これならもういちいちセットするよりも手で削っちゃった方が早いですね。はい、全部丸ついてこんな感じで形になりましたね。そしたらこいつをよいしょ乗っけてと。よいしょ。よし、これで OK。角度をつけるテーブルができたと。これでこんな感じでシリンダーヘッドをセットできるようになりました。これでやっと作業に移れます。傾斜テーブル準備できましたね。ぴったり。そしたらこのパートではここザグリ穴4箇所とポンチ打っときますね。まずは見えてる穴を基準に起点を作っていきます。これでポンチは OK と。これで2箇所ポンチ打ちました。これが次回以降の加工の時の基準となりますね。ではザグリいきます。 9.53 の 16.55 まずは。ではこれでザグリは OK だから、いよいよ、傾斜させてのバルブですね。はい、このセット方向だと。なので、エキゾーストを先に進めていきます。26.4 で一応セットしといて、デジタルの角度計でだいたい合わせた後、アナログの角度計でもう一度正確に合わせ直します。でスコープで
時間に決めてきますね。では 12mm でまずは穴開けてきますね。47.99。はい、エンドミルを 12mm から 13mm に持ち替えて、で、同じ座標でどんどん掘ってきます。で、31.87と。そしたら 13.5、あと 0.5mm ですね。削ります。あと 0.5 落とします。ただここはまあそこまで厳密じゃないですね。どちらかというとこれはもう旋盤がバルブシート側で合わせるので、まあいいでしょう。穴の芯が、ポートの芯が微妙にずれてるのはまあしゃあないですね。こればっかはなかなかぴったりとはいかないです。鋳造品なので。鋳造品はとにかく原点が取りにくいっていうのが特徴ですね。よし、じゃあ次は残りインレットポート8箇所やっていきます。手順としては今までこのエキゾストポートと同じで、まずはここで基準を出して、それで角度つけて開けていくっていう感じです。とりあえずまずは水平方向の原点出しですね。大体合わせとくと。そしたら下穴の部分が終わったので、ボーリング棒でまたやっていくと。
結局この一番右側だけ結構大きくしなきゃなんなかったな。 1.365 ミリ大きくすることになっちゃったね。もうまあしょうがない。ちょっと設計図の方見直してみて、なんとかなればこのままいきます。どうにもならないようなら諦めてスペアの鋳込み終わったやつを使ってきます。まあ少し余白持って、やってたんである程度までは対応できるはずなんですけどね、どこでミスったのかな、全然わかんねえな。はい、図面確認しましたが、ここの4番シリンダーの右側の吸気バルブのバルブシートの穴ですね。なんか座標がずれちゃって大きくせざるを得なかったんですが、図面確認したらギリギリ対応できそうなので、まあ今回このまま一旦行きます。それではあとはインレット側、エキゾースト側の穴、キャブとかマニホールドのセットするための穴開けてきます。穴というかネジ穴ですね。開けてきます。結構強引な、固定方法ですが、なんとかなってくれるかなと。鋳造部品はとにかく原点が難しいですね。曖昧になってしまいます。仕方がないのでスコープで合わせてますが、スコープだと再現性低いのであまり好きではないんですよね。よし、ではネジ穴、インレットマニホールドの取り付け用ネジ穴ですね。進めていきます。で、下に降りと。タップを立てたら、インレット側の加工は終わりとなります。インレット側の加工が終わったら、エキゾースト側の加工も引き続き進めていきます。エキゾースト側は液パイ固定用の段付きを今のうちに作っておきます。段付き加工の部分以外は、インレット側と全く同じでネジ穴開けてタップを立てるだけの作業となります。これで今回の加工終わりですね。シリンダーヘッドの加工2回目。第2弾ですね。
今回はここの穴開けとこことここしかやってないですけど、まあこんなもんかな。結構この傾斜の穴開けがめんどくさいんですよね。あと一箇所なんか座標ずれちゃったのが痛いですね。次回ですが、次回はヘッドカバーを進めようかなと思っています。今ヘッドカバーとその他細々した部品やっていこうかと思いますね。まあ何せ今回はこの辺で終わりとなります。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。だいぶシリンダーヘッドらしくなってきましたね。まあ何でしょう、バルブがちっちゃい。